はようございます。おはようございます。それではジーザスセンター、始めていきたいと思います。一言お祈りします。愛する天のお父様、今週も、私たち一人一人を導いてくださり感謝します。それぞれさまざまなことがありました。でもその一瞬一瞬で神様、あなたが共にいてくださったこと、一緒に導いてくださったことを感謝します。どうかこの礼拝の中で今週また私たちに必要な力をあなたがお与えください。期待してイエス・キリストの皆を通して祈ります。アーメン。それでは皆さんお立ちください。賛美していきましょう。
の歌は実はジーザスセンターでは、初めての歌になりますけれども、これは英語で書かれた賛美です。で、結構古い賛美なんですね。I love you Lord っていうね、すごくストレートな歌詞なんですけれども、日本語でも訳されていますし、日本の教会ではもちろんこの歌も、歌われています。今日はね、これを共に歌いたいと思いますので、ぜひ皆さん簡単なので、ぜひ歌ってみてください。愛する我が主よ、御前に捧げます感謝と我が賛美はあなたに清く従わし、もう一度愛する我が主よ、御前に捧げます感謝と我が賛美はあなたに清く従わし、愛する我が主よ、御前に捧げます感謝と我が賛美はあなたに清く従わし、愛する我が主よ、御前に捧げます感謝と我が賛美はあなたに清く従わし、感謝と我が賛美はあなたに清く従わし、感謝と我が賛美はあなたに清く従わし、
こに私たちを集めてくださって、このような時間を持てることを感謝します。これから続く礼拝でもあなたの御言葉に触れられますように。そして今週もどうか私たちと共にいてください。イエス・キリストの皆を通して祈ります。じゃあ着席してください。じゃあ皆さんおはようございます。Good morning. おはようございます。So, last month's message that I preached was about Joshua. 先月のメッセージはヨシュアについてお話をしました。So it was all about the importance of remembering what God has done for us. その話というのは神様がなさってくれたすべてのことを覚えていることがとても大事だよという話でした。And so the history of God's people in the Old Testament, it continues in the book of Judges. この神様の民の話というのはその後士師記という、書物の中に続いていきます。This month's message is a little bit different in that it's not about any one specific character from the book of Judges. 今月のお話というのはいつもと少し違いまして特別なキャラクターは出てきません。And so today's message is more about the book of Judges as a whole and what we can learn. 今日のお話というのはむしろこの士師記という、書物全体から、何が学べるのかを見ていきたいと思います。So let's read Judges chapter 2 verses 11 to 19. 少々待ってください。はい、ではお読みします。それでイスラエル人は主の目の前に悪を行いバールに仕えた。彼らはエジプトの地から自分たちを連れ出した、祖父の父主を捨てて他の神々、彼らの周りにいる国々の民の神々に従い、それらを拝み主を怒らせた。彼らが主を捨ててバールとアシュタロテに仕えたので、主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり、主は彼らを略奪者の手に渡して彼らを略奪させた。主は周りの敵の手に彼らを売り渡した。それで彼らはもはや敵の前に立ち向かうことができなかった。彼らがどこへ出て行っても主の手が彼らに災いをもたらした。主が告げ、主が彼らに誓われた通りであった。それで彼らは非常に苦しんだ。その時、主は裁き司を起こして彼らを略奪する者の手から救われた。ところが彼らはその裁き司にも聞き従わず、他の神々を慕って淫行を行い、それを拝み、彼らの先祖たちが主の命令に聞き従って歩んだ道から瞬く間にそれて、先祖たちのようには行わなかった。主が彼らのために裁き司を起こさせる場合は、主は裁き司と共におられ、その裁き司の生きている間は敵の手から彼らを救われた。これは圧迫し苦しめる者のために彼らをうめいたので、主が憐れまれたからである。しかし裁き司が死ぬと彼らはいつも逆戻りして、先祖たちよりも一層堕落して他の神々に従い、それに仕え、それを拝んだ。彼らはその行いや顔面な生き方を捨てなかった。ごめんね、ちょっと長いね。So the first point for today is that the book of Judges highlights God's amazing faithfulness to his people, even when they are incredibly unfaithful to him. この士師記という話から分かることというのが、どれだけ人々が不信仰であったとしても、神様は驚くほど私たちに、誠実であるということを、示しています。So when we read the book of Judges, there is this continual cycle of disobedience, oppression, crying out to God, and deliverance. It's a very noticeable feature of the book. この士師記を読んでいると、4つの、基本的なサイクルが、回っています。というのが、人々がまず不従順になって、でそれから周りから抑圧されて、神様に人々は、嘆き叫んで、
そして神様から救われる。このサイクルがこの詩式の中の特徴的な部分です。So when things were going okay and life was comfortable, God's people forgot about him. They started following the gods of the other nations. ですから彼らの生活が順調で快適なものであるとき、彼らはいつも神様を忘れて、この周りの国にある神様を信じるようになってしまいます。But when they started to experience hardship or a difficult time, they cry out to God to rescue them again. ですが困難に直面したとき、またこの唯一の神様に戻ってきて助けを求めます。And so the book of Judges, it gets its name from the different leaders who God raised up at different times to help his people. この士師記という名前は神様がこの助けをさせるために使わした指導者たち、士師の名前から来ています。And so the cycle that we see in the book of Judges, it highlights two important points. この詩式で出てくるサイクルっていうところから重要なことを2つ学ぶことができます。First, the people were very bad at remembering their covenant relationship with God. まず1つ目が、人々はこの神様との契約をすぐに忘れてしまうということです。But second, God was very good at remembering his covenant relationship with his people. そして2つ目が、神様はこの人々との契約の関係を忘れることがないということです。I'm sure that you all know about the famous dog Hachiko. 皆さんもハチ公という、犬をご存知だと思います。Hachiko was an Akita dog, remembered for his remarkable loyalty to his owner, Ueno Hidesaburo, for whom he continued to wait at the station for 9 years following Ueno's death. ハチ公というのはこの上野秀三郎という飼い主を9年以上も待ち続けた秋田犬として、その忠誠心で知られています。So in 1924, Ueno, who was a professor at Tokyo Imperial University, he brought Hachiko to live in Shibuya as his pet. 1924年に上野秀三郎が東京大学の教授だったんですけれども、秋田からハチ公をペットとして連れてきました。And so Hachiko would meet Ueno at Shibuya every day when he came home from work. ハチ公は上野が帰ってくるときにいつも渋谷駅で待って一緒に帰っていました。So these are two statues. Maybe you know this is the most famous one. 2つ銅像があるんですけれども、左側の方が特に有名だと思います。It's outside Shibuya Station. それが渋谷駅の外にある銅像ですね。But this statue here, this is at Tokyo Imperial University where Ueno-san worked. 右側の方が東京大学にある銅像で、上野さんが働いていた場所です。So, Hachiko is still recognized as a great symbol of loyalty and faithfulness. ハチ公は今でもその誠実さと忠実さで、よく知られています。有名です。Hachiko is known as Chuken Hachiko, faithful dog Hachiko. ハチ公はこの中堅ハチ公という名前、忠実な犬ハチ公という名前で、世界中でも知られています。So Hachiko is a great picture of faithfulness. But today's message is about God's faithfulness, which is even more amazing than Hachiko. ハチ公というのはその誠実さで、知られていますけれども、今回の話というのはそのハチ公よりもさらに素晴らしい神様の誠実さについてのお話です。I think Ueno-san was very kind to Hachiko, and in return, Hachiko was faithful to him. 思うんですけれども、この上野さんはハチ公にとても優しくしました。そしてそのお返しにハチ公はいつも上野さんに忠実であったわけです。In the book of Judges, even though God was incredibly kind to his people, in return, they were unfaithful to him. 詩式の中で神様は神の民、人々に対してとても優しくしましたが、そのお返しに、人々は、不誠実さ、不信仰で返しました。How did God respond to their unfaithfulness? この、不誠実さに対して神様はどのように答えたのでしょうか。God continued to love his people. He continued to provide for his people and help them in their times of trouble. 神様は人々を
それでも愛し続けて全ての必要を満たして問題があった時にはそこから救い出されたんです。I think it's wonderful for us to remember that God is faithful to us, even when we forget about Him, even when we struggle to follow Him. ですから私たちがいつも思い出されるのが、たとえどれだけ私たちが間違いを犯したり失敗をしたとしても、神様はこのご契約の関係をいつも忘れていないということです。そこから私たちは大きな平安を持つことができます。And for us as Christians, the way that we enter into this relationship with God is through believing in Jesus Christ, His Son, that He died on the cross for us. 私たちクリスチャンがこの契約の関係を持つためには何をすればいいのかというと、まずイエス・キリストが私たちの罪のために死んでくれたこと、そして神の子であることを信じることです。So when we are in this covenant relationship, we can know that God will never reject us, no matter how many times we may fail or make mistakes. 私たちがどれだけ間違いを犯したとしても、神様はこの契約をいつも覚えていらっしゃるので、決して私たちを拒絶することはありません。I'm really grateful for that, because I know I make mistakes all the time. 本当に私はこのことをいつも、思い出すんですけれども、嬉しく思うんですけれども、私はいつも間違いを犯してしまうので、神様がいつもこういうふうに憐れんでくれて、この約束を覚えてくれていることを、嬉しく思っています。Sometimes I think, oh God, you must be getting really sick of me. I make the same mistake over and over again. そしていつもこう考えるんですけども、神様はきっと、何度もこう同じ間違いを繰り返す私にきっと嫌気がさしてるんじゃないかなとも思うんですが、But God is so faithful to us, even when we struggle to be faithful to Him. いつも、私たちが神様に、信じること、使えることが難しいと思ったとしても、いつも誠実であること、それ誠実で居続けることが神様はできるということ、本当にそれは素晴らしいことだと思います。So 1 John 1:9 is a great verse in the New Testament. この、ヨハネの手紙1章9節には素晴らしい御言葉があります。Let's read together. 一緒に読みましょう。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。This is a great verse that has such a broad promise. Because He is faithful, God will forgive us. It's great. この、聖書の家族というのは本当に素晴らしい約束を伴っています。神様は真実な方ですから、私たちの罪を必ず許してくださいます。It doesn't say that He will only forgive us 5, 10, or 20 times when we make mistakes. It's wonderful how limitless this promise is. 私たちがどれだけ間違いを犯したとしても、その間違ったもののうち最初の5回、10回、20回だけは許してあげるよというふうにこの箇所は言っていません。そこに回数の制限は一つもないんです。We don't have to confess our sins to a priest or to anyone else. 私たちが罪を告白するときに誰か神父であったりとか誰かに伝える必要はありません。We don't have to go to a temple or some holy place. 私たちがその罪を告白するときにどこか神殿に行ったりとか聖なる場所に行く必要もありません。When we know in our heart that we've made a mistake and done something that God didn't want us to do, we can simply say, God, I'm sorry. 私たちがその罪を犯したり間違いをしたときにそのことを心から悔やんでいて、そして神様がそれをしてほしくなかったということが分かっているのであれば、素直に神様にやってしまってごめんなさいと言えばいいんです。That simple action is the only prerequisite to being forgiven, no matter how many times we've made the same mistake. 私たちがどれだけ同じ間違いを繰り返したとしても、この素直に謝るということだけが神様に許される唯一の条件なんです。Something that we are working on as parents with Niall at the moment is encouraging him to take initiative in recognizing when he's done something that hurts someone else. まず私たちが、
親としてナイルに教えていることがあります。それがナイルが誰かに痛い思いをさせたときにそのことを自分で気づいてもらうということです。We are encouraging him to say sorry without having to be told to do that by me or Bron. ナイルが私とかブロンに言われなかったとしても自分からごめんなさいというふうに言えるように私たちはなってほしいんです。I think it's an important part of growing up and learning how to have good relationships. どのようにして健康的な関係を持つかということを学んでいくのは成長の過程でとても大事だと考えています。When we have to tell him to go and say sorry to Conway for hitting him, Niall's apology always seems very forced. He doesn't really want to do it. 私たちがナイルにコンウェイを押したことを謝ってきなさいというふうに言うといつもやらされた感じで、とても嫌そうにやります。Niall always says, "Oh, sorry." こんな感じで言うわけです。もう一回 I'm sorry. もう一回やってみました。Incidentally, one of the first phrases that Conway learned to say was, "Sorry, Con." We must have been telling Niall to say it a lot. 面白いことにコンウェイが最初に覚えた言葉の一つがソーリーコンでした。ごめんねコン。どれだけ私たちがその言葉を言ってきたことなのか。So when Conway would do something wrong, he would say, "Sorry, Con." そういうふうにソーリーコンとコンウェイも言うわけです。So we want Niall and Conway to grow up so they know without being told when they need to say sorry to someone else. ですからナイルにこのように、私たちが育ってほしいのは自らそのことに気づいて自分からそういうことを、学んでほしいからです。There's been a few times where Niall has surprised me by saying sorry without having to be told to do so first. ナイルが誰にも言われなくてもコンウェイに謝ったことが何度かあって私はそのことで、驚いたことがあります。Mainly it's been at times where it's very obvious that he's hurt Conway. So Conway is screaming he's been hurt. 大体そういう時というのはコンウェイが怒っていてで押されたりとかして泣き叫んでいる時なんです。But it's the beginning. Niall is starting to recognize when his actions affect someone else, when he needs to say sorry. ですから、ナイルはその関係が悪くなっていることに気づき始めていてそれだから自分から謝るんです。So I think that when we say sorry to God, when we make a mistake, I think it makes God happy. 私たちが神様に、自分の間違いを謝ったときに神様はおそらく喜んでいらっしゃるだろうと思います。Our mistakes don't make God happy. もちろん私たちの間違いそのものに対しては神様は喜んだりはしません。But just like Niall, when we say sorry, we're beginning to understand that our mistakes don't just affect us. They can affect our relationship with God too. でもナイルのように私たちがごめんなさいと伝えることでその関係というのがその間違いというのが自分だけに影響しているのではなくて神様との関係も、にも関係してくるということが分かってくるようになります。So simply saying sorry to God, it shows that we have a desire for our relationship with Him to be restored. 素直に神様に謝ることによって神様に私たちがその関係を修復したいという思いがあることを伝えることができます。And God is always faithful to forgive us, no matter how many times we make the same mistake. そしてどれだけ私たちが同じ間違いを繰り返したとしても神様はいつも変わらずに私たちのことを許してくださいます。God is so amazingly faithful to us, even when we are unfaithful to Him. 私たちがどれだけ不信仰であったり不誠実であったとしても神様はいつも変わらずに誠実であり続けてくださいます。So the second point that we see in the book of Judges is the challenge to live our lives singly and fully devoted to God. この士師記から学べる2つ目のことはこの唯一の神様だけを心から愛し生きていくことが
人生にとって大きな課題であるということです。In the book of Judges, we see that God was angry with his people because instead of worshipping him alone, they started to worship the gods from the other nations. 神様はこの知識の中で、怒りました。怒ったというふうに書いてありました。それは、この唯一の神様だけを信じるのではなくて、他の国々の神様を、信仰し始める、同時に信仰し始めるようになったからです。So, Judaism and Christianity are both monotheistic religions. That means we believe in only one God. ユダヤ教とキリスト教というのは一神教の宗教です。これはつまり唯一の神様だけを信じる宗教であるということです。But I think here in Japan there's a long history of polytheism, is a belief in many different gods. でもこの日本ではちょっと少し違います。多神教の文化があります。ですから様々な神様がいるという考えに基づいています。I think this means that there can also be a resistance to a monotheistic faith like Christianity that refuses to be believed alongside all the other gods. ですからそれはどういう意味かというと、他の宗教を同時に信じることを否定するキリスト教のような一神教に対して、抵抗感があるということなんです。I think this is a big challenge for us as Christians, how we can share our faith with other people who are naturally so resistant to our monotheistic faith. ですからこの、一神教の土台を持っているキリスト教に対して自然と抵抗感を持っている日本人にはこのキリスト教の、私たちのこの信仰というのをどのように伝えていくかというのは、クリスチャンにとって大きな課題です。I think in the past, many missionaries from other countries have tried to communicate Christianity to Japanese people by saying, there's only one God, so get rid of all your other gods. これまでたくさんの宣教師が日本に来ました。で、その宣教師がこう日本人にキリスト教について伝えるときに、大体このように言っていたように感じます。神様は一人しかいないよ。だから他の神様を全部捨てなさい。So I think this approach was well intentioned, but not very effective. まあ確かにこれの意図は分かるんですけれども、そこまで、効果はなかったように感じます。And personally, for me, I disagree with this approach. 個人的にですけれども、このやり方は私は、賛成はできないと考えています。I think it tends to not include personal relationship as a context through which to communicate what Christianity is all about. これはキリスト教の本来の姿である個人的な関係を神様と持つということが抜け落ちています。It tends to focus on making sure that people believe the right thing before they are allowed to be part of our church. It's believing before belonging. これは教会に入る前にまず正しいことを信じているかということを、確認してからということに焦点を当てています。つまり信じる、そこに所属する前に信じるということに焦点が当たっています。This is not a JesusCenter approach to sharing our faith. でもこの方法は私たちジーザスセンターのやり方ではありません。We believe in the importance of building strong friendships with people who don't know Jesus and in sharing our faith through those friendships. まだ、イエス様を知らない人と強い、個人的な関係、信頼関係をまず持ってから、その関係の中で私たちは自分たちの信仰を分かち合っていく。その方法が最も大事であると考えています。We believe in allowing people to be a part of the church family before they believe all the same things that we do. It's belonging before believing. 私たちが、信じているのは全てのことを、私たちと同じ全てのことを信じていなかったとしても教会の家族になることはできると考えています。ですからまずは、所属してもらう、信じる前に所属するということが大事なんだと考えています。And so we believe in the importance of focusing on God's love, not on a whole bunch of rules or things that we have to do. 私たちが、まず注目するのは神様の愛です。決まり事であったりルールではありません。
There is a time and a place for challenging people about the absolute truth of our faith. But we believe the best time for that is once we have a strong relationship and once there's been time for people to see our faith in our lives. 時と場合によって私たちは、まだ神様を知らない方にイエス様のことを信じますかと聞く時があります。でもそういう時というのはまず私たちはその方と個人的な、強い関係を持つこと、そして十分な時間をとって、私たちが、信頼できる、そしてその信仰に信憑性があることをきちんと分かってもらってから尋ねるということが大事だと思っています。So we are called the JesusCenter Church. We're not Jesus, Buddha, Muhammad, and any other gods center church. It's not our name. 私たちのこの教会の名前はジーザスセンターです。ですからイエス、ブッダ、モハメドとかそれぞれ他のたくさんの神々の教会ではないんです。So the name of our church, it reflects what we believe to be true, that we are meant to live our lives with Jesus at the center. ですからこの教会の名前というのは私たちが何を信じているかを表しているんです。それは私たちはイエス様を中心にこの人生の中心に添えて歩んでいくべきであるということです。So this is the same as the challenge from the book of Judges to live our lives singly and fully devoted to God. これは唯一の神様だけを心から仕えて生きるという士式の、テーマとも同じです。So as pastors, it's our job to encourage you to devote your whole life to God alone. We believe that's the best. 私は、牧師として自分の人生をこの神様だけに、信頼して歩んでいけるように皆さんに進めていくのが仕事です。So we won't encourage you to devote your life to Buddha or Muhammad or anyone else. We really believe Jesus is the best. ですから私たちはモハメドとか、他の神様を信じなさいというふうには一切言いません。イエス・キリストが最高の方であることを私たちは知っているからです。And we don't believe that it's okay just to take some pieces of the Christian faith and mix it up with a whole bunch of other beliefs either. ですから私たちは他の宗教の、いいとこだけをキリスト教の考えとくっつけて、ミックスすることがいいことだとも考えていません。But we always need to remember that none of us are perfect in this respect. We are all on a journey of learning how to live with Jesus at the center of our lives. ですが私たちがいつも覚えていなくてはいけないのは、私たちは誰一人としてこのことに対して完璧な人間はいないということです。私たちはイエス様を中心に歩んでいく、そのことを学んでいる、旅の途中なんです。So wherever you are at personally on this journey, we are so happy for you to be a part of our Jesus Center family, even though we maybe don't all believe the same things. ですから、皆さんがこの旅のどこの地点にいたとしてもこの教会の家族の一員であることを私は心から嬉しく思っています。You don't have to have Jesus at the center of your whole life before you can be part of this church. この教会の家族の一員になる前に、皆さんの人生のすべての中心にイエス様を置かなくてはいけないわけではありません。If that were our rule, there would actually be nobody in the church. もし、そうだとしたらこの教会には誰もいなくなってしまいます。But the name of our church is a great reminder of what we believe belonging to the church family is all about. It's together learning how to live life with Jesus at the center. ですからこの教会の名前ですが、この教会の名前というのは、私たちが教会の家族とはどうあるべきかということを思い出させるきっかけになってくれます。それはつまりイエス様を中心に置く生き方を私たちみんなで学んでいるということです。This is the best life that we can ever live. それこそが、私が考える最高の人生であると考えます。So, what can we learn from the book of Judges? この知識の中からどのようなことが学べるでしょうか。 It's a difficult book. これ実は、とても難しい本です。But we can learn about
how amazingly faithful God is to us, even when we are unfaithful to Him. この知識から学べるのは、まずは私たちがどれだけ神様に不信仰だったとしても、神様は皆さん一人一人に本当に誠実であるということです。And the second important lesson is for us to be challenged to keep growing in living our lives fully devoted to God. そしてもう一つが、この神様に心から仕えて生きる、愛して生きるというやり方を、私たちは学んでいる、途中であるということです。Yeah, let's pray together. ではやりましょう。God, we thank you so much for how faithful and loving you are to us. 神様、私たちのことを愛し、いつも誠実であることを心から感謝します。Thank you that you will never reject us when we put our trust in you. 私たちがあなたに信頼するとき、いつも私たちのことを拒否することなく、受け入れてくれることを感謝します。Help us to keep trusting in you. Help us to keep growing to live our lives with you at the center. ですから私たちがいつも、あなたに信頼することができるように、またあなたを中心に置いた人生を歩むことができるように、どうか私たちを助けてください。Help us as a church to continue to love everybody, regardless of whether they believe the same things as us. 私たちと同じことを信じているか否かにかかわらず、すべての人たちをこの教会が愛していくことができるように、どうぞ助けてください。Help us to share our faith in you through building strong friendships. また私たち一人一人がお互いに強い関係を築くことができるように助けてください。We really believe that life is best when we live with you at the center, Jesus. イエス様が中心にある人生こそが私たちにとって最も素晴らしい最高の人生であることを信じます。This we pray in Jesus' name. イエス様の名前によって感謝して祈ります。 Amen. アーメン。 Let's pray silently for a few moments. では静かに祈りましょう。Amen. アーメン。 Great. Okay. It's time to take up our weekly offering. では献金の時間です。 Now let's pray. Father, we thank you so much for all that you give to us. 神様、私たちに全てのもの、あらゆるものを与えてくださっていることを本当に感謝します。 Today we give because we love you 私がこの献金をするのはあなたを愛しているからです。 and we trust in you. そして信頼しているからです。 So I pray your blessing on each one who's giving today. ですからこの献金を与えてくれた人一人一人にあなたからの、恵みがたくさんあります。 In Jesus' name. イエス様の名前にあって。アーメン。はい、毎月ね、1回、メッセージしてくださってありがとうございます。栗さん。教会の、アナウンスとしてはですね、先々週ぐらいからかな、本屋が後ろにできました。で、ちょっとね、本もね、また新しく変わったので、皆さんね、ぜひ、見ていってください。子育て、ねに関する本とか、あとは、ね、聖書に関する本とか、あとは聖書と売ってますので、いつも千鶴さんがこう段ボールをね抱えて持ってきてくださるので、ちょっと帰りね軽くしてあげてください。はい、以上です。あといつもですね、お菓子を準備して、くださっている方がいらっしゃいますね。特に原さんも持ってきてくださってありがとうございます。今日もですね、お菓子の係の方々が後ろに、あります。持ってきてくださったので、ゆっくりしていてください。はい、それでは祝福があります。